もし幸せそうだからという理由だけで殺意を向けられたら、2021年8月6日、神奈川県川崎市、夜8時半ごろ、小田原線登戸駅から一人の男が新宿行きの快速急行に乗り込みました。男の名前は対馬悠介。対馬は電車のドア付近に立つと物色するような目つきで車内を見回します。そして無言のまま歩みを進めた彼は座席でスマホをいじっていた女子大生に近づきました。次の瞬間、刃渡り20センチの包丁を取り出した対馬はそれを思い切り女子大生の胸に突き刺したんです。突然の出来事に悲鳴を上げ、その場から逃げ出そうとする女子大生。対馬は彼女を執拗に追いかけ、その背に向けてさらに包丁を振り下ろしました。突然の凶行に電車内は騒然。戸惑う乗客たちをよそに対馬は包丁を振り回しながらこう思っていたんです。どうせこういう可愛い女とは付き合えないんだから殺してやる。逃げ場のない電車内で女性に刃物を向けた男。モテないという劣等感が殺意にまで及んだ理由とは。暴走した男が抱えていたのは勝ち負けでしか人を判断できない歪んだ心だったんです。おぞすけんちゃんです。いやみやみこんです。いや久しぶりに私すごくハマっちゃう作品出ました。何ですか？何にバルですか？ガンニバル。ガンニバル、何ニバルとか言われたらみんな分かっちゃうね。ガンニバルね。2022年にシーズン1が出てるから結構前からある作品なんだけど、どんなやつ？簡単に言うと、もう限界集落みたいな、もう閉鎖的な村に駐在で赴任した警察官がいる。駐在した初日ぐらいからなんかこの村おかしいぞ。一見明るいんだけど、村の人たちもニコニコ接してくれて明るいんだけど、なんかおかしい部分がどんどん見つかって、最終的にはっていう作品なんだけどね。なるほどね。ディズニープラスでしか見れないらしくてね、僕ディズニー見なくなっちゃってさ、解約しちゃったのでもう一回見てみようかなね。そのためだけに1ヶ月だけ契約するとか全然ありだと思う。やみこさん的には地面師ぐらい面白いっていう相当期待値上がってる。あなたの中で地面師ってどのレベルなの？トップガンマーヴェリックの10段階下ぐらいかな。いやわかんないわかんない。トップガンマーヴェリックあなたはの結構俺の中でも最高の映画なんだ。あ、じゃあ100点満点ね。でじゃあ90点ってこと。じゃあガンニバルは200点です。相手に点数っていう客観的指標を押し付けるっていうのがメタで見れてないから腹立ってくるね。今回ご紹介するのは小田原線の車内で起きた無差別殺傷事件について。この事件の犯人は当時36歳の男性だったんですが、この男は女性に対し激しい憎悪の感情を持っていたんです。女性に対する憎悪っていうのはそういうこじらせちゃった、いわゆる男が暴走しちゃった事件ってこと？そうなんです。この男は落ちぶれてしまった自分を受け入れられずに、それを全部女性のせいだって考え方をね、悪い方向に変えちゃってたんですよ。事件を起こし逃亡していた彼は自ら犯人だと名乗り出たんです。そして男は警察に対し驚くべき供述をしたんです。殺意の矛先。2021年8月6日、東京都杉並区、夜10時頃、ファミリーマート高井戸西1丁目へ一人の男が現れました。今ニュースでやっている事件の犯人は俺だ。店員にそう告げた男は対馬悠介。対馬の言うニュースでやっている事件とは、この1時間ほど前に小田急線の電車内で発生した無差別死傷事件のことでした。この事件では重傷を負った女子大生を合わせ乗客のうち10名が負傷。東京オリンピックの開催もあり、首都圏の主要駅の警備が強化されている中でのこの事件はメディアでも大きく報道されていたんです。事件後、犯人は逃走し、警察が行方を追っている最中。そんな中、自分が犯人だと名乗り出た対馬に対応したコンビニ店員も驚きを隠しきれずにいました。店員の通報により周囲に非常線を配備していた警官が駆けつけ、対馬は逮捕。そして取り調べを受けた対馬は犯行動機を次のように語ったんです。勝ち組の女を殺したかった。女性に対し激しい憎悪の感情を抱いていた対馬。しかし実は以前の彼はむしろ女好きで知られていたはずだったんです。時は遡り、事件から17年前の2004年4月、対馬は中央大学理工学部に現役合格。晴れて大学生活をスタートさせた彼は、ある時からこう口にするようになりました。俺はナンパ師になる。ダセえな。高校時代テニス部に所属していた対馬は以前から女子に人気があったといいます。女性にモテるという自身の才能に気がついた彼は大学入学以来とにかくナンパに情熱を注ぐようになったんです。大学でもテニスサークルに入った対馬は周りの女性に手当たり次第に手を出していました。友人とのイタリア旅行中には現地で出会った日本人観光客の女性にも声をかけ、ホテルまでつけ回し部屋をノックしに行くようなことも。日常的にナンパを繰り返す中で対馬は中高生にまで手を出していたといいます。彼にとっては女性を落とすことこそが全て。こうして対馬の大学生活はナンパ一色に染まっていたんです。
そんな女好きのさ、陽キャみたいなザみたいな感じの男がなんでそんな女性を恨むような事件を起こしちゃったわけよ。こっからどうなったら女性を恨むような展開になるの？対馬は確かに充実した学校生活を送っていたんです、しかし女遊びに明け暮れていたツケがこの後の彼を待ち受けていたんです。大学時代、対馬には交際中の女性がいましたが、彼のナンパ癖がたたったのか、大学3年の頃に破局、さらに大学4年の頃には卒業論文の研究が思うように進まず、次第に研究室に行かなくなり留年。2009年3月、対馬は単位が取れず23歳で大学を中退してしまうんです。その後、対馬は実家へ戻り、アルバイトで生計を立てるように。この頃から彼は恋人ができても毎回のように振られてしまうようになり、次第に女性との関係をうまく築けなくなっていきました。大学時代はいくらでも女性が寄ってきた対馬も、今では実家暮らしのフリーター、冴えない日々を送る彼にかつてのように魅力を感じる女性はいなくなってしまったんです。そうやって鬱屈した日々を送る中でも、大学時代の友人との交流は続けていた対馬。しかし真っ当に大学を卒業した友人とのやり取りは彼のネガティブな感情を助長させているだけでした。よう久しぶり。この前初めてボーナスが振り込まれてさ、結構長くもらったんだよ。ボーナスか。俺には縁のない話だな。社会人として立派に働く友人と何もかも中途半端な対馬。周囲と自分を対比するうちに彼は精神を病み、26歳の頃には双極性障害を患ってしまうんです。そして2015年6月、対馬が30歳の頃、実家暮らしの彼にとって大きな変化が訪れるんです。その出来事とは母親の再婚。ママ父との同居に気まずさを感じた対馬は世田谷区を離れ、神奈川県川崎市で一人暮らしを始めるんです。対馬が暮らしていたのは小田急線読売ランド前駅から500メートルほどの位置にあるアパート。近隣住民曰く彼は顔を合わせても話しかけてくることはなかったと言います。この頃には友人との交流もなくなっており、対馬は完全に社会から孤立してしまっていました。生活費を稼ぐため派遣社員としてコンビニ店員や温泉宿の従業員など職を転々とする対馬。派遣先での雑な扱いもあり、彼は定職についていないことを周囲から見下されているような被害妄想を募らせていきました。そして卑屈になるたびに脳裏によぎるのは、ナンパ師として女性からモテまくっていた過去の自分の姿。対馬はそんな過去の自分とのギャップに苛まれ、次のように苛立ちを募らせていたんです。どいつもこいつも俺を見下しやがる。このまま誰とも付き合えないなら女どもを殺してやろうか。社会からのけ者にされているような劣等感と好みの女性に相手にしてもらえない苦しみ、その感情はいつしか怒りへ変わっていき、対馬は男性にチヤホヤされるようないわゆる勝ち組の女性を殺したいと考えるように。でも大学中退したのもさ、仕事が見つかんないのも自分の選択の結果じゃない。なんで八つ当たりなんてすんのよ。もともと自分に自信のある男だったため、落ちぶれてしまった自分っていうのを受け入れられなかったんですよ。ある意味心の防御反応が現れた結果なんです。というわけで本日のメトラーキーワード、外的貴族について。外的貴族とは心理学者フリッツ・ハイダーが提唱した概念で、自分の失敗や不遇な状況を環境や他人のせいにする心理的傾向のこと。例えば仕事で成果が上がらない時に上司のせい、会社の体制が悪いなどとうまくいかない責任が自分以外にあると考えるような状態を指します。外的貴族とは多くの場合、自尊心を守ろうとする心の防御反応とされており、心身のバランスを保つためには多少は必要となることも。しかし他人や社会に責任を押し付けるこの思考が極端すぎると、恨みや怒りの感情に発展してしまうことがあるんです。もともとはナンパ師を名乗るほどの自信家だった対馬。彼は落ちぶれてしまった自分を受け入れられず、心の防御反応として極端な外的貴族に陥ってしまったと考えられるんです。確かに何かうまくいかない時とか失敗した時に周りのせいにしたら一時的には楽かもしれないわよ、でもなんか結局自分のやり方を考えないと何の解決にもなんないわよね。それだけ対馬にとってモテないっていうことが辛かったんでしょうね。そして社会への鬱憤を溜め込んでいた対馬は、そのはけ口としてある行動を繰り返すように。犯行の引き金。2021年3月、とうとう派遣の仕事も続かなくなってしまった対馬は生活保護を受給し始めました。対馬はアパートに引きこもり、動画を見て過ごしていましたが、しばらくするとまた外出するように。そこで彼を待ち受けていたのはゴールデンウィークで浮かれた街の様子。みんな幸せそうにしやがって、俺だけが一人で惨めだ。くそ。対馬はその苛立ちをぶつけるかのように立ち寄った店で飲み物を万引きしました。なんでやねん。物を盗む際のスリルやただで物が手に入ることに快感を覚えた彼は、以降欲しいものは何でも万引きするようになってしまうんです。そしてすさんだ生活の中で対馬は頭の中で暴力的な妄想を何度も繰り返しました。電車内で大量殺人事件を起こす自分、渋谷のスクランブル交差点に爆弾を落とす自分、日本刀でカップルの首を切りつける自分。そうやって社会に復讐する自分の姿を思い描いては憎しみを増幅させていった
ったんです。事件の5日前にあたる8月1日、対馬の部屋でぼや騒ぎが発生。近隣住民の通報によって駆けつけた消防隊員の前に姿を現した彼は上半身裸で髭も髪もボサボサの状態。大丈夫なんでもう帰ってください。自宅から煙が出ているにもかかわらず、駆けつけた消防隊員に慌てる様子もなくそう言い放った対馬。見る影もなくなってしまったその装いは、彼がもはやまともな精神状態でないことを物語っていたんです。友達もいなくなって実家ともさ疎遠になって、しかも仕事も辞めたわけでしょ。もうめちゃくちゃ孤独なわけじゃない。もうそんな状態になっちゃったことが余計に精神を悪化させた一因かもしれないわよね。容姿に無頓着なところがそれを物語っていますよね。ちなみにボヤの原因はサラダ油に火をかけすぎたことだったんですが、後から考えるとこのボヤってのもこの後の対馬の犯行に少なからず影響を与えていたんじゃないでしょうか。犯行当日の2021年8月6日、この日も対馬は朝からコンビニで万引きを繰り返していました。あとはつまみでももらってくか。昼頃、対馬は新宿区内の食料品店でベーコンとオリーブの塩漬けに手を伸ばそうとしました。その時、ちょっとあなた何やってんの？数ヶ月バレずに続けてきた万引きをとうとう店員が目撃。新宿警察署に連行され取り調べを受けた対馬はその後パトカーに乗せられて帰宅しますが、彼は腹の虫が収まらずにいたんです。あの警察、チンピラみたいな口調で怒鳴りやがって。それにあの女、何が全店できんだよ。ふざけやがって。万引き犯として女性店員に何枚も写真を撮られた対馬。まるで晒し者にされたような感覚を覚えた彼はもはや怒りを抑えきれなくなってしまうんです。あの女ぶっ殺してやる。そう思い立った対馬ですが、コロナ禍ということもあり、万引きを告発された食料品店の閉店時間は夜の8時。この時すでに夜7時を回っていたため、彼は女性店員の殺害を断念しました。しかしこの時の対馬にはもはや何もせずにおとなしくしているという選択肢はなくなってしまっていたんです。電車の中なら大量に人が殺せるぞ。対馬は気分を上げるため処方されていた抗てんかん薬を飲み干しました。そして数年前に実用として購入していた刃渡り20センチの包丁、サラダ油、ライター、逃走用の着替えをカバンに詰め込み、家を飛び出していったんです。最寄り駅の読売ランド前駅から登戸駅まで電車に揺られ、そこで新宿行きの快速急行に乗り換えた対馬。停車駅の少ない快速なら乗客も簡単には外へ逃げ出せない、そう考えての行動だった。ここならいっぱい人を殺せるぞ。7号車に乗った対馬はドア付近に立ち、車両の中を物色するような目つきで見渡した。くそ、思ったより人が少ないな。通勤ラッシュから外れた時間ということもあり、乗客はまばらにしかいなかった。対馬が殺したいと思っていたのは幸せそうなカップルや綺麗でモテそうな女性。しかし乗り込んだ車両にそれらのターゲットは見当たらない。あまり時間はかけられないぞ。駅への到着が迫る中、焦りを募らせる対馬。彼の目に留まったのは近くの座席の端に座っていたピンク色の服を着た女子大生だった。スマホに夢中だった彼女は近づいてくる対馬に気がつく様子もない。思ってたやつと違うけどこいつでいっか。対馬はカバンに手を入れ包丁を握りしめる。そして女子大生の胸めがけ、それを思い切り振り下ろした。勝ち組の女性を殺したかったとか言ってたけど、結局誰でもよかったんじゃない？この襲われた女子大生もね、女性ってだけで襲われてるんでたまってもんじゃないですよこれ。突然胸を刺され叫び声を上げて逃げ惑う女子大生。対馬は彼女を執拗に追いかけ計4カ所を刺しました。そしてこの時対馬は内心相当に焦っていたんです。失敗した。妄想の中ではすでに大量殺人を犯しているはずでしたが、実際人はそう簡単には殺せませんでした。自暴自棄になった対馬は包丁を振り回し、近くにいた男性と別の女性にも怪我を負わせます。その後隣の車両を移動した対馬は床にサラダ油を巻き、ライターで着火を試みるも失敗。非常用コックで開けられたドアから逃走を図りました。事件発生から約1時間半後、杉並区のファミリーマートで自ら犯人を名乗り出頭した対馬。最初に狙われた女子大生は全治3ヶ月の重傷、その他2人が刺され、逃走時の転倒などで計10人が負傷しました。幸い死者こそ出ていませんが、事件が被害者や周囲にいた人々に与えたトラウマは計り知れなかったんです。裁判において検察は過去に類を見ない無差別大量殺人未遂事件として懲役20年を求刑。事件から約2年後の2023年7月14日、東京地裁は対馬に懲役19年の判決を言い渡しました。世間には対馬が行ったこの犯行を女性であることを理由にした殺人、いわゆるフェミサイドだと指摘する声も。
当時新宿でフェミサイドデモが起こるなど事件は社会に大きな影響を与えたんです。過去には自らナンパ師を名乗り女性を口説くことに絶対的自信を持っていた対馬。彼にとって女性を口説くことは自身の承認欲求を満たす手段だったのかもしれません。そんな拠り所を失った対馬は精神のバランスを崩し、最後には凶行に及んでしまいました。他人の目によって自分の価値を測っていた彼の末路は SNS などで他者の評価にさらされやすい現代社会における一つの警鐘にも思います。あなたには他人の評価に左右されず、これが自分の価値だと言えるものはありますか？おさすけんちゃんです。ここでね、皆さんにね、重大発表なんですけど、なんとアルゴメトリー恵比寿にシーシャバーをね、オープンします。もちろんね、最高の C 社は作りつつも、店内に流してる曲を流行りの J-POP とかじゃなくて、ジャズとか聴きやすいクラシックだったりとか、内装はアンティークのね、食器だったりとか、ちょっとそういう、いわゆるヨーロッパの純喫茶みたいな大人の空間をね、作っていこうかなと思っていまして、で、店内には間接照明とかでね、暗さと明るさのバランスを取りつつ、すごいね、素敵な空間を作ろうと思ってますと。ちょっと最近ね、恵比寿にある、もうすでに C 社バーとして運営しているところを買い取りまして、ただその名前とか中身でやるんじゃなくて、もう内装も全部変えて、ほぼ買い取った意味そんなないんですけど、もう作り直して、新しいブランドとしてね、やっていこうかなと思いますと。で、ちょっとそれにあたってですね、一番大事なのって、やっぱり人だと思うんですよね。お店で働いてる人だったりとか。ね、内装とかもね、大事なんですけど、やっぱり人だよねっていうところで、というわけでこの度、恵比寿の C 社バーのですね、オープニングメンバーを募集したいと思います。基本的にはね、C 社を作ったり、あとはお客様にね、お話ししたりとかして、そういう接客を含めてやってもらうっていうところと、あとはね、頼れる方がいれば、店長っていうポジションもね、やってほしいなと思ってます。なので、オープニングメンバーとして、そういったね、ところで C 社が好きな方だったり、そういった方がいましたら、今ね、C 社バーでまさに働いてるよって方もいましたら、ぜひね、一緒に働きたいです。で、僕の目標としては、いわゆるYouTuber が開いた C 社バーだから人が来るよね、みたいな、そういうのはやりたくないんです。もちろんね、皆さん来てくれるっていうのは嬉しいんですけど、なんかそこに甘えたくない。本気で来てくれたお客さんに、別に特に YouTube 知らずに、フラッと立ち寄った人にも、また行きたいなって思ってもらえる、そういったね、空間を作りたくて、そのためには C 社好きでとかだけじゃダメで、来てくれたお客さんに最高のね、おもてなし、体験をしてもらおうっていう、そういうホスピタリティっていうのがすごい大事で、だからある意味 C 社の経験ももちろん大事なんですけど、なんかむしろそういった人間性だったりとか、そういった思いに共感してくれる方と僕は一緒に働きたいなって心から本当に思ってて、もうそういうのを楽しめる方、そういうのに情熱を持てる方、お客様にね、感動してもらえてっていうね、そういう空間を作りたいなっていう、そういう熱意がある方、共感してくれる方ね、ぜひね、概要欄、もしくは固定コメントからね、ご応募いただければと思います。ぜひね、一緒に最高の空間を作っていきましょう。よろしくお願いします。